リクシルアメージュ Z DTZA182 の電源ランプ高速点滅を解除してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。高速点滅の始まり。長年快適だったシャワートイレです。突然電源ランプの高速点滅が始まりました。電源を切ってみます。点滅が止まったのでメンテナンスタイマータイムスタンプと分かります。電源を切ってもまだ点滅している場合はどこかの故障です。なのでこれからタイムスタンプのリセット作業をしてみます。型番はアメージュ Z プチレス DTZA182 です。作業開始。コンセントから漏電保護付きプラグを抜いて止水栓も閉じます。マイナスドライバーを使ってバルブを閉じます。コンセントからプラグを抜き取ります。タンクカバーを留めている下部左右のビスを2箇所ずつ4箇所外します。ビスにはキャップがついているのでへこみに精密ドライバーなどを差し込んで外します。次に手洗い鉢を外します。旧型では洗浄ハンドルを外しますがこのタイプでは不要です。この部分に手洗い管ホースを差し込むようになっています。鉢を戻すときノズルを差し込まないと給水時に水漏れします。タンク内の内蓋を外しますが手洗い管ホースがくぐっています。なので先にホースを外します。ホースは U 型のプラスチック受けに止まっています。手前に引っ張りますが手荒に扱うと破損しますので注意です。この U 字の受けです。華奢なのでホースともに経年劣化で破損しやすいのです。外れました。この U 字受けとそこに差し込むホースの部分です。ホースはその部分が破れやすいです。これはただ置いてあるだけなので手前に持ち上げて外します。外れました。この洗浄ハンドルは外しません。このように軸が分離されているので外す必要がありません。軸がつながっているように見えますがこのように紙が入ります。タンクを固定しているビスを2本外します。
そうするとこのようにタンクカバーを持ち上げることができるので上に引き抜きます。基板ケース脇のフックに電線を引っ掛けてありました。そうなっていると電線が短くてカバーを横にすることができないのでフックから外しました。引き抜いたタンクカバーを便座の上に置き、コネクターを4箇所外してカバーを完全分離します。制御ユニットを外して便座の上に置いています。ここにビス1点止めでぶら下がっていたのです。コネクターを4箇所外しています。あとは下に隠れたコネクターがここです。これがターゲットです。この抵抗を切断します。プリント基板のコーティングで見にくいですが寿命と書いてあります。タイムスタンプ抵抗の切断。ニッパーで抵抗の足を切断します。切りました。少し足を接触しないように広げます。タンクカバーの復旧。カバー復旧にあたって上部右側のロングビスはこのビス穴に合わせないと閉じ込めません。ビスを穴に合わせてからカバーを落とし込みます。洗浄ハンドルの部品は折れやすいので周りに当たらないように慎重に行います。上部のネジを2箇所止めたら下部のビスを4箇所戻します。各部をチェックします。右側ビスのおかげで元の位置に戻っています。キャップも元に戻しました。さて、あとは洗浄鉢を戻したら終了です。内蓋を元に戻します。内蓋に手洗い管ホースを通します。座りを確認したら手洗い管をサポートに固定します。ここに注意です。終わりました。手洗い鉢を元に戻します。この手洗い管をここに差し込みます。位置をよく見て差し込みます。あとは上に乗っているだけです。終わりました。動作確認。
水栓を開けます。給水が開通しましたが、この間漏水をチェックします。長いので少し早送りします。漏水はないようです。異常ないようなら漏電プラグを差し込みます。これで作業終了です。電源を入れます。高速点滅が消えました。洗浄ハンドルの試験も行います。OK です。最後に前述したようにこの機種は洗浄ハンドルを外す必要がありません。洗浄ハンドルは外すものだと誤解して無理に外そうとすると破損します。部品は10年経過すると入手困難になりますのでご注意ください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。